いしましょぺ。わい、絵描くの楽しい。動く目も超面白い。おい、待っとべ。俺はお前の父親だ。いいか、絵描くのやめとけ。なんだお前。お前、砂糖と塩をかき分けられるか？俺は小5の時に挫折して。みたいに、家族、彼氏彼女、インターネットの人、学校の先生などに嫌なこと言われて悩んだことありませんか？それで作品を作る手が止まってしまうとかありますよね。なので今回は僕が実際に言われたこととそれに対してどう対処し、現在のモチベーション高い僕につなげていったのかをお伝えします。ナンバーワン！父親！砂糖と塩をかき分けられるか？できないなら絵をやめろ。これは僕が小学4年生？年齢で言うなら10歳ぐらいの時に父親から言われた言葉ですね。まず父親はなぜこの砂糖と塩をかき分けられるかを話題に出したのかを説明すると、当時父親が中尾明さんについてのラジオかブログを見て、中尾明さん自身の経験談として、外国に絵を勉強しに行ったら、そのアトリエのテーブルに砂糖と塩があって、それを描き分けろって言うんだけど、俺はそれでどう描けばいいかわからなくて、結果俺はそれをきっかけに、絵は無理だって思ったんだ。とお話しされていたことを知ったようで、それを当時10歳の僕に話して絵をやめさせようとしたという流れだと予想しているのですが、これについての僕の反論は、まず、砂糖と塩をかき分けられるか、試された経験ありますか？今、絵のプロの人見てますか？試されたことありますか？そもそも、中尾明さんはタレントなので、もしかしたら、話題作りとして話を誇張しているかもしれないじゃないですか。っていうか、見る側からしても、ほとんどの人が、砂糖と塩のかき分けすごい、なんて目で絵を見てないでしょ？まず、砂糖と塩をかき分けられることで、作品のクオリティが変わるのか明確ではない。そして、かき分けられたところで、世間、見る側からの評価はそこまで変わるのか。っていうか、絵にあまり向き合ったことないくせに、何言ってるん？というのが僕の反論です。これに対しての対処法は2つあって、1つ目はスルーです。無視。自分の世界から消す。で、2つ目は、皆さん心の余裕や相手から仕返しされないという安全があれば行っていいんですが、相手のエピソードを探ったり知ることです。私の父親曰く、小学3年生の時に教室で他の人が描いた絵と自分の絵を比べて、自分は下手だって思って、それがきっかけで絵をやめたんだってお話ししてくださいました。すごくお気持ち理解してあげたいんですが、小学3年生でやめるとか早すぎでしょ。もともと絵に興味なかったの丸分かり。相手のエピソードを探る、知った結果、絵を描く、ものを作ることに対して圧倒的な熱量の差があることに気づいたんです。熱量の差、やる気の差が大きすぎると行動の仕方、世界の見え方も違いますし、それらが違うと自分が人生で何を求めるかも変わりますので、この要素を踏まえて別の世界の人間なんだな、住む世界が違うんだな、仕方ないね。スルーして僕は僕の世界を良くしていきますのでね。と納得のいく形で次に進むことができます。ナンバー2！彼女から絵が下手、こびている、可愛いだけ。これは僕が21歳の頃付き合っていた絵描きの彼女に言われた言葉です。当時の僕の絵はこんな感じで、今見れば確かにここもうちょっと丁寧に描けばいいじゃんって思う部分はありますね。それはそう。今思えばそうです。当時の僕もそれは理解できたので、当時の僕は自分のできる表現や周りがいいと思ってもらえそうな絵を描き続けて上達しよう、受け入れてもらえるような絵が描けるようになろうと試行錯誤を続けていました。僕はもう上達したくて仕方なかったので、オリジナル作品も二次創作もめっちゃ描いてたんですけど、その絵描きの彼女に僕が描いた二次創作イラストを見せると、また世間にこびてるって言われるようになったんですよ。みんなに喜んでもらえるのを自覚して作品を作るのがこびているというのなら、理解はできるんですよ。なんかいやらしさを感じるのはわかります。けど、当時、僕、
絵描きの彼女に言われたのがすっごくショックで、しかも僕はその彼女の絵が好きだったので、さらにショックで、ショックすぎて当時のことあんまり覚えてないんですけど、さらにその彼女に、まとめの絵は可愛いだけ、とも言われたはずです。みんなが喜んでくれるものを作って何が悪いんだよって。吹っ切れたらよかったんですけど、彼女の言うことだったので、自分はいやらしい絵描きなのか、本当は絵が好きじゃないのかも。自分はダメだって気持ちと、自分は問題ないって気持ちが毎日頭の中で喧嘩するようになりました。絵が下手なのは、まあこれから直していけばいいだけなのでいいとして、こびている。あなたの絵は可愛いだけと言われた時の対処法としては、それが今の自分にとって必要ならやっていいでしょう。可愛いだけって問題なくねって考えることでした。こびている。つまり、いい評価をたくさんもらおうとしている。もっと言えば、何かしら大きい利益を狙いに行ってるように見えてるわけですよね。それがいやらしいと思うのはわかるんです。けど、当時の僕は、ただいいねの数が欲しかっただけではありませんでした。自分が作ったもので喜ばれたい。もっと言うと、作品で社会に貢献したいって思ってました。貢献して、作品を作ってる自分にも居場所があるって数字などで感じたかったんですよ。で、もし当時の僕と同じ思いの人がいるなら、こう言いたい。どんどんやりましょうよ。その行動によって社会性を得たり気づきがあります。どんどん遠くへ行きましょう。どんどん外に出ましょう。そして、あなたの絵は可愛いだけと言われたことについては、今さっき言った外に出るということで得た学びで気にならなくなりました。僕はよく今の自分の年齢、性別が売るターゲット層に入ってないような場違いな場所に意識的に入るんですが、サンリオストアとか可愛いだけのものだらけですよ。クロミちゃん、マイメロディーとか。彼女は可愛いだけのものを嫌がっている。けど、サンリオストアには可愛いだけのもので溢れてる。それらは実際に需要がある。つまり、可愛いだけの絵を描く自分にも居場所があるってことになりますよね。この後僕はサンリオの雰囲気や特徴を取り入れた絵を作りまくって、それが受け入れられ始めた時点で、あなたの絵は可愛いだけという言葉は気にならなくなりました。ちなみにその彼女とは絵に対しての価値観の違いで後々別れました。ナンバー3、美術教室の先生。そういう趣味あるの？こういう絵描くのやめな。ここで言うそういう趣味というのは同性愛のことです。当時僕は美術大学を受験するためにデッサン教室に通っていたんですけど、その教室の先生に普段どんな絵描いてるの？見せてよって言われて悩んだ結果、当時の僕は見せることにしました。これらの絵ですね。このイラストは自分のオリジナルキャラクターとサザエさんを合わせたようなイメージで、至って真剣にクスッと笑えるイラストを目指したんですけど、先生には、君は世間と感覚がずれてる。猫を食べようとしてる。君頭おかしいよ。って言われてですね、こんなこと言われたままでは終わらねえって思って、このオリジナルキャラクターの女の子2人のラブラブなイラストを見せたんです。そしたら、君、そういう同性愛の趣味あるの？あるならあるでいいよ。教えて。って言われたんです。言えるわけないでしょ。はい、私は小学校の頃、同級生の男と校舎内の密室で隠れて抱き合うぐらい同性愛傾向がある人間です。なんて言えますか？言えないから、頭の中で代わりになりそうな言葉を探すんですけど、それに耐えかねた先生は、まあ、とりあえず、そういう絵描くのやめな。と言い、自分の部屋に戻っていった。これらの言葉、そういう趣味あるの？こういう絵描くのやめなよ。という言葉から感じたものは2つ。同性愛の雰囲気があるものは表に出してはいけないのか？自分のものの見方はそれほどずれているのか？一つずつ僕なりの対処法、向き合い方をお伝えします。一つ目、同性愛の雰囲気がある作品は表に出してはいけないのか？これについては、場所や見せる人、もしくは表現方法によるなと思いました。やはり同性愛は少数派なので、
理解できない方や理解したくない方はいて当然です。これについては仕方ない。目立ちたくないなら見せない方がいいですね。しかし、今ではそれを利用して目立つことだってできるんだって僕は思ってます。それに対しての抵抗、反発が世間にあるってことは、その状況を利用して自分への興味に持っていくことだってできるって思ってます。なので、ここで僕が言えるのは一つ。あまり理解されにくいものでも、工夫すれば強い武器になるってことです。僕の場合は、男のくせに男に興奮していて、25歳にもなって自分の声を使った変な動画を作っている将来が不安な男ですかね。いいじゃないですか。面白いでしょ。変な人間上等ですよ。変な人間の YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。二つ目の世間との感覚のズレは、一つ目をちゃんと向き合っていれば自然に解決できると思いました。当時の僕は今よりは見えてる世界は狭かった、ずれていたかもしれませんが、それでも誰かに喜んでもらえるはず。こういう人に受け取ってもらいたいって自分で考えて作ってましたから。誰が何と言おうが、当時の僕はその時できる最大の素敵な作品を作っていた。それで終わりですよ。落ち込むことなんてない。当時ずれていたとしても必要な過程だったんだから、それに何か悪いこと言ってくるやつはうるせーって感じでしょ。いかがでしたか？僕は本当に絵の才能がないので、その分する必要のない失敗を多くしてきた実感があるんですが、才能のなさすらも誰かにとっての価値になると思っていますし、それを証明するためにこれからも人生を使って絵に限らず様々な表現方法で表現しようと思っていますので、皆さんチャンネル登録、Twitter フォロー、コメントや動画共有よろしくお願いします。おー